マーさんのレトロゲー、のんびり実況、始まるで。ソロモンの鍵、スタート。今回はスタート早かったですね。めちゃめちゃ面が多いけ、急がんとな。納得。一面は、今でいうところの、チュートリアルみたいなもんや。簡単に説明を。A ボタンで石を出し、A ボタンで石を消す。これでジャンプ。羽を取ったら、扉から妖精が出る。さっき取った青い壺はファイアボールのストック追加や。これはチェンジターゲット。岩石の術をかけるとアイテムに変化する。ここはマンダの壺で決めよう。鍵を取ると、ゴールの扉が開きます。扉の先の気になる空間。石を出し、消すと、隠しアイテムが出ることも。妖精を10人助けると1アップです。一面で基本を紹介したで。良い感じかと。上にあるのはカミーラの鏡。敵が出てくるで。メルトナの薬。カミーラの鏡から出現した敵を全滅させます。それで。カミーラの鏡からは敵が無限に湧くけ。倒すことはあんまし考えんでいいで。他に、敵を出さないカミーラの鏡もあり、出現数では敵を出さない鏡が大多数です。なお、鏡が設置されている箇所では、岩石の術を使用できません。妖精助けて、ゴールや。こんな感じで50面まであるんやで。マーさんは、子供の頃、絶対クリアできないと思ったようですね。絶望できる気持ち、わかるわ。開幕焼かれるかねるモンスター。アイテムええもん出すんよ。今回は鐘でしたね。丸い敵はスパークボール。壁に沿って移動し続けます。意識して、散らして閉じ込めよか。そんな感じの対処が良いですね。確保。ほんで隠しアイテム取るで。マクロスの薬、1アップです。謎現象。稀に空中で頭突きできるんですが、再現できないんですよね。謎やけど、気にしてないし、すぐ忘れるん。すぐ忘れるなら、次行きましょう。そうしよか。鍵取っとこう。そうですね。ほんでスパークボールの処理。どいてもら。やり過ごしたら蓋閉めて完了。オッケー。次の部屋、ゴブリンが厄介ですね。燃やそう。うわ出た。マガグラの壺。次のファイヤが通常弾の時。貫通弾に変わってくれるで。通常ファイヤも回収。あとは妖精助けてゴール行くだけやな。軽くいっちゃいましょうか。へえ。どんなテンション？妖精が来てくれ。よくあるんですよね。妖精助けた時の効果音、ええよな。ソロモンの音はずっと聞いてられます。ほんま。ゴール。4面は初見やと諦めそうになる。インパクトありますよね。スパークボール対処の練習書ですね。確保。そのように丁寧に対処していけば、いい練習になります。ドラゴンは落としたら倒せるで。動かなくなりましたね。ほんで鏡からゴブリン出てきた。ゴブリンを落としたら倒せるけん、やっつくとこ。ドラゴンに接近して反応していただく。動きましたね。では、落として差し上げろ。ドラゴンに捕まっていた妖精が解放された。そうなんですか？ワンパックコミックでそんな描写があった気がする。ものすごい不確定な情報。ありがとうございます。このスパークボールも雑に閉じ込め完了。星座マーク取っとく。星座マークは4ステージごとに出現。入手、ステージクリア後、隠しステージに進めます。隠しステージは基本的にボーナスステージですが、特定ステージまでにソロモン封印をすべて入手した上で、隠しステージに入ると、ベストエンディングに必要なアイテムがある、特別な隠しステージに入ることができます。はあミリーちゃん、説明ありがとう。いえ。こちらは下段の鐘を2つ取って、それなりに攻略を進めとるで。よい。雑にスパークボールを固め中や。低速のスパークボール面は、敵にテンポを合わせないといけないので、そうなん。丁寧に処理すると、やはり待ち時間が増えます。確保。青のチェンジターゲット。ここはファイアボールで決めよう。鍵ゲット。地味に集めておきたいクリスタルアド。ファイアボールの射程が伸びるんよ。知らない間に伸びてます。取っとこう。スパークボールが来てますね。閉じ込める。確保。あとは妖精を助けたいんじゃが、こっち来てくれんかの？気まぐれな動きをします。妖精8人目。次のボーナス面で1アップできそうやな。そういえばそうですね。てでーん。多分間違えてます。ボーナスステージにはアイテムが多数隠れています。石を消してそれらを掘り起こすのですが、外壁沿いの上下1ブロック、左右2ブロックにはアイテムがありません。それらの内側を探しましょう。大体欲しいんは、ファイアボールやな。1アップや。妖精を10人助けました。
点数アイテムとか色々出るけんど、一番の狙いはファイアボールが2個手に入る予定。なんと巻物取ってファイアのストックが1増える予定。ここでは赤のチェンジターゲット1個に、青のチェンジターゲット2個が出る予定です。やけん、余らせてもしょうがないし、使っとけ。貫通弾なので、ちょっと悩みますけどね。それは大いにある。青のチェンジターゲット。マンダの壺にして、ファイアボールゲットや。ほんで早送り。再生速度8倍。特にアイテム出んかったけん。ライフが2000を切りました。砂時計取って。その後に薬を取る。先に薬を取ると、無駄にライフ減少スピードが2倍になります。気をつけんとな。青のチェンジターゲット。ちょっと待って。先にファイアの最大数を増やさんとな。そうそう。上部の残りも掘ってしまいましょうか。あよ。いい返事。残り8ブロック。ちゃっちゃと探すで。昔は周囲にアイテムないの、知らなかったんですよね。間に合わんかった。出た。赤のチェンジターゲット。マンダの壺、ライラの巻物、ライラックの鐘に変化します。巻物取ってストックを増やすで。ファイアのストックが1増えました。ストックが最大になるまでは、ライラの巻物を集めます。8発まで持てるようになるで。また時間が来ました。ソロモンのボーナスステージは時間との戦いやわ。青のチェンジターゲットが2個。2発は撃って、よし。もったいないからね。ガーゴイルを燃やすと出る宝袋は、高得点なので、スコアアタックする人にとっては重要です。今回点数は気にせん。我々一般人は全クリできるかわからへん。ハイスコアを狙うスーパープレイ。もう、夢のまた夢よな。本当にそうですよね。一応、先ほどの宝袋ですが、灰色、100点、赤、1000点、緑1万点、それぞれ袋に書かれているローマ数字によって、得点が異なります。数字でかい方が高得点やで。さて、左右にガーゴイルが配置されていますが、飛んでくる火球の前に知らしとけば OK よ。ガーゴイルは落としても倒せるけん、じっくり行くんやったら、左右で1匹ずつ倒していっても OK やで。コロネは右側だけ倒していくと、ここのガーゴイル落としたら妖精出すんよ。その妖精を助けて、あとは火球を防ぎながら、登ってクリアするだけやな。左に縦の石を出しつつ、登っていくと、そんな感じよ。これでゴールや。いい感じでしたね。しかしまだまだ序盤。この調子で。スタート直後に鍵。目の前の貫通弾の壺が嬉しい。取らないんですか？ファイアのストックが満タンやけん、もったいないし使っとく。2発使ったのは、ここにチェンジターゲットが隠れたん。これで赤のマンダの壺が取れる。貫通弾は心強いですね。あとは進むだけやし、別に難しいないけん、早送りで。再生速度7倍。視聴者さんが退屈しそうな場面はバンバン早送り行くてや。先は長いですしね。斜め、スパークボールハウス。ソロモンの鍵には、各面に名前が付けられているようです。今回調べるまで知らんかったん。そういえば、ソロモンをどんくらい調べたか、視聴者さんにお伝えや。そうですね。マーさんはクリア経験なし。視聴者さんからはベストエンディングという無茶ぶり。その無茶を聞いちゃったんですね。やるからには目標は高く。ほなけんど、ただでさえ編集遅いマーさんが、自力でベストエンディングは相当厳しい思ったけん。ベストエンディングの条件、必要アイテム、隠しアイテム、それらを調べました。各ステージの攻略情報は調べてないけん、マーさんがアドリブでクリアしとる。それぞれもっと効率的なクリア方法があると思いますが、不器用ながらに一生懸命クリアする様をご覧ください。あらら、点数アイテムが、変わったバグり方しましたね。それより斜面で一番欲しいのは、これ。ライラの巻物ですね。ファイアのストック増やせる数少ないチャンスや。絶対取っとけ。これと、今回は取らんのやけど、ここに金の翼がある。取ると特定ステージまではアップできますが、ベストエンディングに必要なアイテムがあるステージを飛ばしてしまうため、今回は取りません。巻物回収や。あとは妖精助けてゴールよ。お疲れ様です。はい。ソロモンはクリアごとに休憩できますね。ゲーセンっぽい。8面、魔性の十字架。ステージの名は攻略サイトさんで見たんですか？そうなん。書いとった。早速燃やしました。ファイア壺が2個も置かれたん。これはもう難しいですよ。で開発者が言うとるようなもんや。そうですね。縛りでもない限り、
早々に使ってしまった方が良い気がします。この辺りに金とかあるはず。ありましたね。同じように上にもあるけ出しに行こう。星座マークも取りたいな。次ボーナス面でしたね。まだ敵がよ受けおるし、貫通ファイヤーで全滅させよか。蹴散らずに思い切りましたね。ファイヤーおわ気楽に行かせてもらうで。ー、良いかと。よっしゃ。すべて倒せましたね。あとはアイテム回収するだけやけん。再生速度8倍。1アップや。合計で妖精20人を救出しました。ボーナス面ですね。内容はほとんど前と一緒やけん。早送りお願いするわ。再生速度10倍。赤のチェンジターゲットから巻物取って、ファイヤーのストック増やせたら、今増えましたね。あとは流れでお願いします。ハイスコアにこだわっているわけではないですが。一応特典アイテムも回収しとります。9面、死神の壺。真ん中の鏡からデーモンズヘッドが出てくるので、その壺をバーンで煮込んでいると、そのバーンは下に落としとく。バーンがおると鍵が取れんし。重要アイテムもありますしね。そのアイテム取りに行くまで早送りお願い。再生速度4倍。ガーゴイル処理して壺に入る。ほんでここにソロモン封印。ソロモン封印1つ目ゲット。こいつを集めんとベストエンディングに必要なアイテムのある部屋に行けんのよな。このステージの重要アイテムは取れました。あとは流れでお願いします。再生速度4倍。10名、ゴブリンの逆襲。いきなり突進してきましたね。これが逆襲のゴブリン。逆襲のシャアみたいな言い方。マーさんガンダム知らないのに。雑に連想できたことを喋ってしまい、申し訳なかった。目前にデーモンズヘッド。ここのデーモンズヘッドは左に進むので、カミーラの鏡を通り過ぎれば安全です。バーンの対処の練習。岩石の術をかけると小さくなるので、ジャンプで飛び越えることができます。鍵取るで。鍵ゲット。パネルモンスターの吐く火球が邪魔じゃの。石を盾にして、ちょっとずつ進むしかないわな。チェンジターゲット2つありますよ。ほんまや、使える。ファイヤー。アイスストーム。ダイヤキューか。ファイヤーと聞くとついつい連想しちゃいますね。ブレインダムド。ずるい。こな、上にある巻物とか取りに行くか。ファイヤー。再生速度4倍。チェンジターゲットは全部ファイヤーで。ファイヤー、言うの気持ちよさそうですね。今回はうちが全部言わせてもらいます。11名、スパークの洞窟。とりあえずはのむっちゃ早いスパークを閉じ込めよか。いい感じに石を置けるよう調整中。確保。こいつも閉じ込めよう。コロネ、無計画に石を消してしまったぞ。適当に修正するわ。こんなもんじゃろ。いいですね。こいつも確保。なかなか良い感じ。あれ、ここはどないしたらええんや。悩みますね。上は鏡あるけん石作れんし。塞ぐ。ここ塞いで速攻で行ったらええんか。少々悩んだようですが、それっぽい答えを見つけたのよ。さっきのでよかったっぽい。いけましたね。上からのファイヤー気にしながら登ったらええな。のんびりいけそうです。あとは鍵やけど、適当な足場作って石を開けたらいいじゃろ。再生速度6倍。足場作りに迷ったん。一応蓋すれば安心できますし。鍵ゲット。妖精助けてクリアじゃな。上の薬を取らないんですか？もうええかと。点数気にしないスタイル。ゴールや。12名、炎の追跡者。初登場のサラマンダーのことですね。サラマンダー？名作シューティングは関係ないです。サラマンダーもやりたい。そうですね。さて、こちらのサラマンダーですが、カミーラの鏡から無限に湧き出し、ダーナを常に追いかける強敵です。難所ステージは、だいたいこいつが原因よ。本当に厄介です。足場に穴開けてサラマンダーを落として、うまくあしらいながら、ちょっとずつ進むしかないの。そうしている間も、次々に湧いてくるサラマンダー。慣れんうちはかなり対処に困るで。マーさんも対処に困っている様子。ほんま強敵やわ。どこおったらサラマンダーはどっち動いてくるんか、わからんようになっとる。その気持ち、わかりみ。なんや知らんけど、サラマンダーの動きがそれたけん、鍵取るわ。よく理解してないですが、うまくいきそうなので、よし。鍵と逆側に誘導できたで。今のチャンス。
急げ。急げ。よっしゃ。鍵ゲット。仕分けしましょう。思わぬところで金発見や。いただきましょうか。あとは星座マーク取るだけやけど。あんなところに。またもや、どうやっていいのか迷っている様子。とりあえず妖精救出。穴開けたら解決せんやろか。やはりサラマンダーは手強いですね。炎の追跡者は伊達やない。へい。こうなったら、鏡も割りないし、全部消したる。良いと思いますよ。おいけたんじゃねいけましたね。星座マークゲット。貫通ファイヤーもいただき。あとは扉まで。行かせてくれませんね。こっつくな。やはり手強いサラマンダー。なかなか進めん。行くぜ。ラムさダメでした。残りライフ2000消えました。焦らせてくれる。それでもサラマンダーは止めどなく湧いてきます。次行ける。上の金は取らないんですか？余裕ないの書くでしょうが。クックック。なんとかクリアやで。お疲れ様でした。ボーナスステージやな。再生速度10倍。1アップや。妖精救出30人目。ファイアボールは満タン。ストックはあと1つ増やせる状態。ですが貫通弾を選択。欲しくなったん。13面。パンドラの箱。結構難所です。12面から続いてサラマンダー面なんよ。そして、重要アイテムがある面でもあります。ベストエンディングのために絶対取っとかなあかんやつ。隠れているのを出しました。ソロモン封印。 2枚目です。もちろんワンパックコミックで知りました。必勝テクニック完璧版。当時のゲーム情報は大体ワンパックコミック。お世話になりました。コロコロやボンボンの話題はネットでもたまに見るけんど、ワンパックコミックの話題がほとんどないんはなんでじゃろ。マイナーだからですよね。あ落ちた。操作ミスか？落下したが、耐えかねてスタート地点に。もう一回登るけん早送りお願い。再生速度8倍。失敗。落ちてもたわ。ワンパックのせいで歯車がずれたか。ゴブリン倒してパンドラの箱を開けるか。このステージの名前ですからね。ナムさーなんとかなったわ。運なのにのごり押し。なんとかなったけん許して。鍵ゲット。周りの石も張り返してアイテムを貪る。あとはクリアするだけじゃ。足の速いスパークボールが来てますよ。閉じ込めます。確保。これで脅威はいなくなりましたね。あとは途中のチェンジターゲットでファイヤ取るぐらいじゃの。いつものお願い。再生速度6倍。ファイヤ2個取るつもりやったけど取り方わからんかった。所詮は一般人でしたね。そこもテクニックがあったようです。まあしゃあなしじゃ。妖精助けたし、クリアしましょうか。せやな。ゴール。14面。悪魔の結界。石がたくさんのステージですね。鍵もないけん掘って探さんとあかんな。知らないと一苦労。一目見て印象残る配置やし楽しく遊んだんを思い出したわ。ボーナス面のように掘りまくった様子。今回も掘りまくりますか？このけんど。我々はこのステージを知っている。いやこのステージとこのアイテムの位置を知っている。というわけでお願い。再生速度6倍。鍵の位置を覚えたらそこまで掘るのに。1アップ取ったで。鍵ゲット。あとは細かいアイテムを回収して妖精を助けて扉行くだけですね。ゴール。15面。サラマンドラの翼。言葉の意味はわからんが。とにかくサラマンダーが嫌だ。というわけで、またサラマンダー面。初登場から頻繁に出よる。このステージは少し緩めで、壊せる石を消しておけば、サラマンダーに追われることもありません。頭突きで壊すんや。これで一安心。アイテムを回収しましょう。ここに金の翼あるけど取ったらベストエンディングいけんようになるけん放置で。あとは鍵と細かいアイテムを残すばかり。再生速度4倍。あのファイアボールは欲しいで。鍵を取るときに取れますね。鍵ゲット。次はファイア取るか。ほんで最後にサラマンダーを閉じ込めてゴールやな。ここを埋めてサラマンダーの通り道を固定したら安全や。これでダーナのいる方には来れませんね。滞りなく来れました。ゴールや。16
レッドバーン。初登場の赤いバーンのことでしょうか。赤いバーンは落としたらやっつけれる。青に比べたらあんま怖わないで。上部でデーモンズヘッドが壊した石にチェンジターゲットが入っていたようです。ファイヤー。うわ2枠分使えるで。ゴーストを倒せるのは助かりますね。チェンジターゲットまで登るで。頑張ってね。ひとまずファイヤーを取る。落ちてもた。戻す券倍速お願い。再生速度4倍。金と星座マーク一気に取ろか。おやおや。かなり強引すぎませんか。今のはあかんやつやった。強引なドリブルは嫌いじゃないですが。テクノだけに。そういうことです。向こう岸にあるチェンジターゲット取りに行くんこはなった。取らなくてもいいんじゃないですか。ゴールするわ。無理は無用です。省エネ攻略。気持ちに余裕を持って。そういや次はボーナス面やったな。忘れていました。ここでファイヤーと巻物取ってファイヤーのストックを最大に。1アップしました。妖精救出合計40人です。ファイヤーは最大溜まったで。17面スパークパニック。7面のスパークボールハウスから強化されたやつかいな。個人的にはこちらの方が対処しやすいように思います。順番に左右石出して守りながら進んだらいけるよね。それで大丈夫かと。足場作って。ほいほい。左右に出す。スパークボールが通り過ぎるん待ってから前行って繰り返し足場をスポーン。ほいほい。ほいほい、いいですね。なんかいいでしょ。全部動かしたんで一時閉じ込める。ここは倒さずに進むんですよね。マイティに助けてもらうけんな。マイティの楽しみは後に取っておいて、とりあえず閉じ込め。確保。久しぶりの確保。ラスト1匹。雑に確保。ラストは雑にに。なんせマイティよ。行くで。気が違ったのではありません。11回頭突き。出ました。マイティボンジャック。自社ゲームの主人公を出す。この頃は裏技として隠しアイテムが容器あって楽しかったよな。ですね。それと忘れたらあかん。ソロモン封印。3枚目ゲットよ。隠された重要アイテムを探す。よね。レトロデーの醍醐味。後で取るアイテム先に出しとくわ。巻いていきましょうか。行くわ。敵がすべて妖精に変化します。鍵ゲットよ。砂時計取ったけん満タンの薬も取っとくわ。砂時計でライフが5000になり、満タンの薬でライフの量と減るスピードが5倍になります。ほなお楽しみ。大人数の妖精を助けるわ。1アップや。妖精救出合計50人超えました。あとはゴールするだけ。再生速度4倍。薬で多少ライフが多くゴールしたので、ボーナス換算が長くなっています。点数は極めたら2000万超えるらしいで。すご。18面スケルトンの階段。素早いスケルトンが階段を降りてきます。バーンをすべて落とすまでは右に降りてきます。こんな感じで頭上注意や。あとはまあ見た目通りスケルトンを適当にあしらって鍵取って妖精とか助けて扉目指したらええか。鍵ゲット。そんな感じやわ。ほなけん早送りお願い。再生速度8倍。滞りなくゴール。簡単やったな。19面スラッシュ。ここは難所です。サラマンダーの対処が非常に難しいため、マーさんは無理をせずファイヤーを使っていくとのことです。ファイヤーのおかげで早々に鍵ゲット。所詮は一般人やけん無理せんと使えるものは使っていくで。そして忘れてならない重要アイテム出しとくで。4枚目のソロモン封印です。これを取ると呪文のページがある。隠しステージへ行くための条件が揃います。この辺りに隠しアイテムマイキコインです。マイキボンジャックでおなじみですね。特典アイテムで20万点やで。さらにオレンジのチェンジターゲット。貫通ファイヤーいただくわ。ソロモン封印4枚目ゲット。これで次のボーナスステージが隠しステージに変わります。1アップもしたで。あとは扉に向かうのみ。タイミングを見とる。行くで。遅くないですか。やばい。これはファイヤー。アイストーム。ダイヤ級か。グレインナムド。この掛け声ほんまよい。言いたくなる。なんとか何章クリアや。ファイヤー使ってよかったですね。ほんまに。この面はこいつか。上と A 連射。忘れずに連射。超は超は
成功や。何はともあれ成功よかった。落ちるついでに石作ったらええで。作るのおすすめ。20面、悪魔の封印。これは封印されてますね。封印されとる感満載。とりあえず空いとるところに石を作りまくるんや。ほんとそれにつきます。片っ端から行くで。再生速度10倍。落ちてもた。もう1回ですね。たどり着きました。ここに星座マークが隠れとる。ゲット。これ取っとかんと呪文のページがある隠し部屋に行けんのよ。星座マークは普段はボーナスステージに行くためのアイテムですが、ソロモン封印を所定数集めると隠し部屋に行くための鍵となります。ここにも隠しアイテムあるんやけど、灰色のアイテムをすぐ石で隠して。取り方にルールがあります。頭突きで石を壊して右に移動。色付きのテクモプレートが出る。1アップや。得点は50万点です。いろいろ盛りだくさんやった20面をモゴル。お疲れ様です。はい。ボーナス面ちゃうで。呪文のページは壊せないブロックで囲まれていますが、ステージの中心より右にまだ壊せん。ダーナが進めばこんな感じよ。壊せるようになるで。ベストエンディングに必要な重要アイテム呪文のページゲットです。取ったどう。クリア。21面、ファイアトラップ。鍵ゲット。目の前にあるけん取るよな。のんびりしているとバーンに道を塞がれます。鍵取ったらあとはガーゴイル落として重要アイテム取ってクリアするだけ。いつものお願い。再生速度6倍。ちょっと迷ってもたもたしたんよね。1アップや。そしてソロモン封印取るで。5枚目ゲットです。妖精救出人数は60人です。ここから右にあるファイアの壺取りに行くで。再生速度4倍。ゴールじゃー。なんで今回のゴールは気合い入れたんですか？わかりました。22面、サラマンダーの渡り廊下。またサラマンダー面。ここ覚えとるわ。子供の頃めっちゃ苦戦した。てかクリアできんかったかもしれん。記憶は曖昧なんですね。次の面見たら思い出すかも。とにかく苦戦したんは覚えとる。今なら大丈夫ですよ。とりあえず上の石掘ってみるわ。攻略は後回しで何かアイテムあるかもしれませんしね。薬か。実質点数アイテムですね。クリアし方考えよか。そうしましょう。悩んどるん。再生速度6倍。前塞いでもあかんよな。こうじゃ。足元全部埋めたったで。これでこちらに来れなくなりましたね。安心してアイテム集めながらゴールできそうです。子供の頃はこの発想ができんかった。残念でしたね。とは、バーンを飛び越せるん知らんかった。では、このステージはクリア不能では。そうなんよ。やけん、このステージ来た時、昔の記憶で、めっちゃ苦手意識出たんやと思う。知っていると、バーンを岩石の術でへたらして、飛び越えるだけですから。そうよな。今見るとそんなむずくない。時に、貫通ファイヤーは、ファイヤーのストック満タンやったけん、せっかくだから、俺はこの赤の壺を選ぶ前に使うぜ。はいはい。鍵ゲット。ほんで、ここにある隠しアイテム。折り数ですね。取ると10万点です。時間やば。大丈夫ですよ。BGM でビビる。それはわかります。リザルトはうちら、黙っといていけるん？止めどなくうるさいので平穏も必要との判断。わかった。23面、ダイビングショック。早々にダイビング。華麗なダイビング。あとは鍵取ってゴールするだけ。そちらから行きますか？垂直登りに挑戦してみる。両家失敗するけん、早送りお願い。再生速度4倍。無事成功。たくさん失敗しましたが結果出たので、よし。垂直登り面白いな。所詮は一般人と諦めて、チャレンジ戦勝ったんを後悔。練習したらマスターできそうでしたね。ほんまそれよ。しかもやってみたら面白かったし、視聴者さんも遊ぶ機会あったら、ぜひチャレンジしてみてください。さて、この面から先の面にワープできるんやけど、攻略サイトさんによると、23面からワープしても、問題なくベストエンディングに到達できます。ほんま？ワープさせていただきます。甘えられるところは甘えていこう。ここに金の翼。ステージを飛ばしてワープするためのアイテムです。取ります。これでゴールするとワープ。次元波動中撃出反比中薬力チョコスココ。トップを狙いのワークが気に入ってる。ワープした。6面先へ。
29年ツインゴースト。ツインの片割れを即刻焼却。ファイヤのストックが満タンやったけん燃やして攻略が楽になりました。上の方にちょくちょく宝石ある。回収しとくわ。得点は特に気にはしていませんが。一応回収。鍵ゲット。ほんで忘れたらあかんのがソロモン封印。ワープして直後のステージに配置してくれたん。助かります。一面ずれとワープできませんからね。この激ムズゲームで配慮を感じ取ります。ありがたく。宝石系アイテム全部取ったで。ではソロモン封印を取りに下りましょう。ジャンプで避けて。ここや。6枚目です。これで2枚目の呪文の提示がある。隠しステージに入る条件が整いました。ふんふん。特定ステージで星座パネルを取るとボーナス面ではなく隠しステージに進むことができます。小銭も拾っとくわ。銀貨2枚セットを1つに100点です。ほなクリアするわ。頼んだ。ゴール。30名ジュエルの地獄。まさに地獄。あまりに地獄すぎ。宝石地獄。何はともあれジュエルが邪魔で石が作れへんわ。一度下まで降りてジュエルを回収し石を置いていくしかありません。コツコツくで。そうですね。逆に言えば丁寧に全てのジュエルを回収していけば自然と道が開きます。ですので特に問題なくクリアできるはずです。ほなコツコツいくけんいつもの願い。再生速度8倍。1アップアイテムや。ジュエルを取っては落ち取っては落ち。コツコツですね。妖精救出。鍵が取れそう。ついでにマイキコインも出しとく。扉の前にもう一度落ちる。あわわ時間がないねん。なんとか間に合ったな。ゴール。お疲れ様です。コツコツも案外大変。31面シンメトリックメイズ。この面からもワープできます。金の翼取ります。もちろんレストエンディングには問題なくいけますのでご安心を。2回もワープできるとは思わんかったわ。開発者さん助かりました。本当に。さてこの31面一見すると手強そうな数面ですが。そう思った。クリアできるんかとビビったわ。ですよね。ですがやってみると意外にも素直に進むだけでクリアできるバーンを使った数面の練習ステージのような感覚でいけます。そうなんよね。次の次を読んで石を置くといったことはなく上から降ってくるデーモンズヘッドを処理しつつ普通に進むだけで OK。 正味の話助かったわ。ほんと助かりました。鍵ゲット。このステージマーさんは初見ですか？荒野で初めて遊ぶ。22面ぐらいまでは遊んだ記憶あったけどここは完全に未体験ゾーンや。いやワンパックコミックで見た可能性はある。ワンパックコミックはこの際除外で良いでしょう。そうやね。寂しそう。デーモンズヘッドが邪魔やけん閉じ込めとくわ。良いかと。これで安全に下を歩けるで。ここに石を置いといたら左側にも行けるようになる。バーン落としておきましょう。そうしよか。そういや隠しアイテムスフィンクスです。取ったら50万点やで。元ネタはマイティボンジャックのアイテムです。さてここからですがこの面の名前通りシンメトリーやけん扉までの道は同じやで。再生速度6倍。右と一緒の手順でドアまで行くで。ドア。どこでもドア。だからドアって言ったのか。2度目のワープです。めっちゃワープした。引き続き未体験ゾーン。37面クリスタル M。 鍵ゲット。とりあえずクリスタルラド回収しとこう。 M の部分取っちゃいましょう。なんで M なん？知りません。開発者さんの名前かしら？わかりません。あと1個取ったど。あとは登るだけですね。簡単でした。こんな息抜きステージもあっていいと思う。ほな登る剣お願い。再生速度6倍。薬隠れとん。あとは盾作りながら登ったらよろし。ゴールです。気楽に行けました。よかったよかった。38名ツインゴーストの逆襲。かやまたまたツインの片割れを早々に焼却。狙っとるん。はや逆襲される前にやれ。やはり先手必勝。ファイヤ壺が2つあるし燃やしてくれってことやと思ったん。それで良いかと。
ゴーストがいなくなると、途端に難易度が下がります。あとはのんびりアイテム集めてクリアよ。バーンは全部落としといたらこの行は本来ゴーストがいたので、石を置けなかったのですが、倒してしまえば普通に通れます。ガチ攻略ではあってはならない進め方。ほなけど、一般人マーさんには、こんな徹底した攻略は無理やけん。雑にファイ破った攻略で許してね。ごめんやで。はい。というわけでマーさんは、ツインゴーストを排除。魔物がおらんようになったステージを、のんびり攻略しとります。バーンを落としていますね。上を通るための道を作っとんよ。これは、せっかくだから通れるように石を置いとん。上を通るときに置けますよね。せっかくだから、一応。クックック。ほんで、ここに隠しアイテム。テクモクレート。例のごとく、取り方が特殊なやつ。灰色のクレートを出し、石で塞いで頭突きで壊す。右移動でカラーのクレート出現。効果は1アップと50万点やで。よっしゃ。あとは妖精助けてガーゴイル倒して鍵取ってクリアや。いつもの行きます。頼んだで。再生速度8倍。頭突きでガーゴイルを落とす。時間がやばかった。ですが、問題なくクリア。ツインゴーストもやさんかったら難しいんやろな。使えるものは使いましょう。それほんま好き。わとサニー氏、ナイス判断。いきなり、クライマックスやんな。一見、完全に道を防がれたかのように見えましたね。突然の焼き尽くす。メラメラ熱いよ。また、メラメラ。突然どうしたんですか？ほんまは、ここは使わん方がええんやけど。そうですね。確保。しょっぱなのスパークボールとかの。スパークボール来ましたね。確保。あいつらのクライマックスアタック、見せられたら、もうこれは使うしかないって。無理はしないの大事。そう思ったけん、メラメラやったりました。金の翼出しましたね。取ったらベストエンディングいけんで。注意です。11回ぼちぼちやってボンジャック出すわ。ボンジャックさん登場。こっち来るまでの間にアイテム取るでよ。貫通ファイヤー。鐘。青の砂時計。ボンジャックさん来てくれた。すべての敵が妖精に変化しましたね。これがあるけん、ファイヤーで敵は倒さん方が良いんやけど。1アップ。妖精救出。合計70人です。鍵ゲット。あとはクリアするだけやけん。再生速度6倍。青の砂時計取ったら時間が1万に戻るで。クリア。またかー。鉄砲玉が突っ込んできた。こいつめ。追い払えて何より。星座マーク。見つけられてよかったですね。隠されとったん知らんかったわ。そうや、40年、炎の優勢。鉄砲玉が飛んできたので、面の紹介できんかったわ。とりあえず隠された金を出しました。スパークボール、確保しとくわ。目障りですしね。はあ、今回は無理やった。次に回ってきた時に閉じ込めましょう。来るまでに、牢屋作っとこう。こんなもんでええか。いちいち叫ばなくてよいですよ。吐かれた炎で処理落ち入ります。確保。処理落ち歓迎。やりやすかったわ。今のは良かったですね。次はこっちの隠しアイテム。マクロスの薬。1アップや。一通り回収したので、あとは、ガーゴイル倒して鍵を取り、扉へ向かうだけですね。再生速度8倍。いつもの、やっといてくれた。その流れだったので、あと、叫ばなくても聞こえますよ。ゴール。再生速度10倍。なんか久しぶりな気がする。ボーナス面や。ワープしたので、ボーナス面は合計4面飛ばしました。そんなに。呪文のページがある。隠しステージもありましたね。あったね。41年、デーモンズカップ。こんなところにマイキコイン、そろそろ3枚ぐらい集まったんで、敵をコインに変えてもよかですか？作品が違います。いつかやるかもしれない。やるの？マイキボンジャック、のんびり実況まで。マジ？その気持ちは止めておきましょう。視聴者さんはマイティボンジャック動画見たいんかな？コメントで答えてくれてもよかですよ。よろしくやで。さて、鍵も取りましたし。マイキコイン回収してゴールやな。再生速度3倍。ほぼゴール確定したら、ハーミリーちゃんに再生速度早めてもらうん。ちゃんと視聴者さんは見やすくなっとるんやろか。前回のコンボイでも好評だったので、今回の評判を聞いてみましょう。よろしくやで。ここも開始直後のジャンプが超重要や。プラス、A ボタン連打です。石壊して、
上に乗れたで。グッド。42面。ファーストジャンプ。ファーストジャンプ成功で、格段に楽にクリアできます。この面の名前なんは、公式もジャンプ推奨なんやな。はじめに取ったマイキコインも、ファーストジャンプ成功しないと、取れませんしね。言われてみれば。ファイヤー。うわぁ。なんで倒したんですか？怖かったけん。このステージは、ファーストジャンプに成功し、石二つ消し、バーンを落とす空間を確保できれば、もう、クリアしたも同然です。鍵がないけど、ここに隠されとるけん、この場所を目指そう。この情報ないと、相当大変ですよね。当時自力クリアした人、マジ尊敬。本当ですね。鍵出した。鍵ゲット。あとは、このまままっすぐ、ゴールに向かうだけやで。下準備があったので、バーンを落として進めます。1アップや、妖精80人救出。80人も助けたんか。子供の頃では考えられない数字ですね。43年、ゴーストトラップ。この面は、鑑定各所で最難関と目されている面です。天井人が最難関というステージ、一般人マーさんは、当然、無理はせん。カイヤもたくさん貯めてますしね。使うで。メラメラ熱いよ。栄唱中。メラメラ。おっと、ゴーストに対焼却。もう2体もいけるか？よし。全滅しましたね。ゴーストが、貫通ファイヤー一発でまさかの全滅。助かる。うまくいきすぎですが、ほんま。これで最難関ステージも、普通のサラマンダー面となりました。あとは、サラマンダーに気をつけて、アイテム回収してゴールするだけ。この面には、スフィンクスが隠されています。取ったら50万点じゃ。点数には特にこだわりませんが、せっかくだから、俺はあの金色のスフィンクスを取るぜ。すでにゴースト4体、焼却しているので、取るのはさほど難しくありません。取れたわ。ねえ、簡単でしょ？そう、ゴーストを全滅させていればね、いつもの。再生速度4倍。金は、諦めるわ。めんどくなった。それ以上、良くない。薬を取ったので、ライフが多くあり、点数計算に時間かかっとるね。44年、ストーンメイズ。敵がバーンしかいない。完全な数面です。とりあえず鍵。とりあえずチャーハン。とりあえず決め。この面の最終目的は、この石を消してバーンを落とせるようにしたい。忘れてはならないのが、星座マークを必ず取らなくてはなりません。星座マークはここ。今やっとる。バーンを落としとんは、星座マーク取った後の安全のためや。ほんで、ここのバーンを落とすため、先に下の石を壊しとん。ここは星座マーク取って、もう一回通るけん、通れるように石を置いとく。いいですね。普通に登るで。ここも一回登るけん、バーンは途中で止める。隠しアイテムの折り鶴。ここに石を置く。これでバーンが下まで落ちずに、途中で止まります。赤いバーンは落としたら消える。なので、特に気にする必要はありません。このバーン落としても、さっき置いた石で止まる。なので、もう一度通ることができます。ちょっと金取ってくるわ。はい。妖精救出は後で。そうなの？最終目標の赤矢印の石、消しに行くで。ようやくですね。つま先立ちでバーンを落とす。岩石の術でバーンをへたらせてジャンプ。石を消し取った剣バーンを落とせる。ゴール前のバーンを落とすため、石を粉砕。星座マークもゲット。石を仕込んどった剣、2回目も通れる。ここはさっきと一緒やな。普通に登りましょう。バーンを下まで落とさんと、途中で止めたんが、ここで生きてくる。落としたら通れませんでした。よし。もうクリア確定ですね。なんとかたどり着けたわ。あとは扉前のバーンを落としてゴールするだけ。妖精救出。行くで。すごい気合。今回の準備は、あのバーンを落とすためやったけんな。この先、もっと難しい面がありますよ。ほんまや、どないしょ。ソロモン封印集めとったけん。ボーナス面ではなく、呪文のページがある隠しステージにやってまいりました。呪文のページは全部コンクリに囲まれとるけど、ワンパックコミックを読んどったうちには資格はなかった。我々は、すべて漫画で読んで知っている。扉に術を。これ。下のコンクリを壊せるようになります。来るで。念願のソロモン封印。やったわ。初めてじゃわ。呪文のページゲット。これで失われたページは、全部揃ったでよ。初めて揃えました。
あとはソロモン封印2枚ですね。もうちょっとやな。45面、悪魔の出会い。とりあえず金取った。ガーゴイル倒しますか。悪魔と出会う前に、倒す。炎入ってきますね。はよ来い。悪魔成敗。何そのテンション。もう一回やるんですか。悪魔成敗。もう一回やるよった。でも、悪魔との出会いって、ガーゴイルもまあ、そうかもしれませんが、主にデーモンズヘッドのことだと思いますよ。ほんまやな。はっちゃけてしもた分は、堅実なプレイで、視聴者さんにお返しよ。そこまでの滞在でもないですが、少しゲームに集中しましょうか。そやね。元気。実は、44面のパズル面の実況で、割と疲弊してしもたん。わかります。パズル面は視聴者さん置いてけぼりな感じがしますので。わかりやすになったらええな。表、先の仕込みの解説、全部入れてみた。あれは使えましたね。ほなけんど、この先の面は、すべて44面より難解。ほんまに実況できるんか。今から怖いんだぜ。未来のマーさんに託しましょう。視聴者さんにわかりやすい実況、そして楽しい実況、できてますように。さて、何か終わったかのような展開ですが、45面も後半戦。なんとかデーモンヘッドの猛攻を避けて、反対側に着いたで。鍵はここに隠れています。どうやってあそこ行こう。まず、バーンは落としとかんといけんわな。ちょっと考えるわ。再生速度4倍。ポク、ポク。解決しました。正面突破したない。ですよね。でも、うまくいってますよ。次行けそう。行きましょう。行けたわ。思い切りも大事。鍵ゲット。やっとやで。扉は目の前。早ゴールしたい。しかしデーモンヘッドのガードが硬い。悪魔と出会ってしまった。悪魔の出会い。嘘偽りなし。デーモンのせいで歯車がずれたか。孤独のグルメ好きすぎでしょう。ゴールできたよ。良いですね。46年、下流の叫び。とりあえずゴブリン退治していくわ。サラマンダーが大量に生み出される。最後のサラマンダー面となります。下流が叫んでるわ。さらに、重要アイテムのソロモン封印。こちらに隠されています。扉の上に歩け。鍵より先にソロモン封印目指すで。さらに、この辺りにも隠しアイテムがありますが、余裕があったら取りたいと思います。取りたいと思います。難しいですよ。湧いてくるサラマンダー怖いん。穴塞いでこっち来んようにしたい。でも、ゴブリンやっつける。地道に倒しましょう。よっしゃ、塞げた。少し落ち着きますね。ここにランプ。50万点と。1アップや。忘れたらあかん。ソロモン封印取るで。コロネ、軽快なジャンプから封印を出しました。ゲット。最終用任務完了。ステージ攻略はまだまだ中盤戦。そうなんやることはさほどありませんが、下流の網の目をくぐるような、繊細な操作が必要です。私の解説中に、しれっと貫通ファイヤーを放った。せやな。3体目のゴブリンにモテたいが、当たらない。メラメラ熱いよ。使うの。メラメラメラ。すげえ。この先はパズル面ですし、使って正解かも。せやろ。難関ステージは無理せんと使っていく。この辺りは一般人ならではの思い切りの良さや。思い切っていった。かん。置いた。上出来。一旦戻る。もう一個石置くで。ここや。じゃあ。ひとまず安全に。ほなけど、こっからどうやって進んだらええんや。ちょっと考えますか。こっちからは絶対行けんよな。そうですね。こちらからは無理ですね。この上に突っ込んでいくしかないんか。難しそうですが、タイミング次第ですかね。ちょっとこっちの可能性、探ってみるわ。そういやゴブリン。こいつ倒しとかんと、いけるもんもいけんようなるわな。大丈夫。サラマンダーが来てますよ。退避したわ。迷を取る。さて、誘ってみるか。どうでしょう。あかんわ。難しい。どないしょう。やはり、思い切って上がっていくしかない。よっしゃ、行くで、行くで。ナムさサラマンダーが、後ろに出る。石ナイス。助かった。あれ、いけた。そのようです。やってみんとわからんもんじゃのう。私は作って上に行きましょう。よい。鍵ゲット。時間がやばいけんど。実は、ここに砂時計あんねん。安心。時間が元に戻りました。さらに満タンの薬もあるけん、ライフボーナスたっぷりやで。ライフ48000。ゴール。いけたわ。このステージは、ほんと大変でしたね。何本しゃかったか覚えとらん。ライフボーナス多いけん。リザルトが長いですね。終わった？終わりました。
うおうおう。どうしました？で、初見でなった。おじけつきますよね。気をしっかり持って攻略していきましょう。はいよ。いい返事。この鍵を取りたいですが、取ると下のバーンに焼かれるので、青矢印に石を置きたい。単純に青矢印まで行っていいんかわからんよね。しかも、隠しアイテムに回収する必要があります。ひとまず、隠しアイテム一つ取ってみるわ。ここは1アップですね。さらにこっちも、カトラです。クレオパトラね。後で取るわ。そしてこちら、ソロモン封印です。絶対取らんとあかんや出ました。つ。取るで。つま先立ちで、ジャンプ。これで全てのソロモン封印が揃いました。念願のソロモン封印。あとはクリアするだけじゃが、どうやったらええんや。まだクリアへの道筋は見えていません。石を置く。ほんで、鍵を取りに上に。デーモンヘッドがいますが、なんとか、押し通いける。るのか？タイミング測っとる。ちなみにこちら、パズル攻略とは全く違って、ノーキーアクションパワーで強引に抜けようとしています。あと、ここの石でして、デーモン下に落としたら、これらの石を消される。すると、バーンが下に落ち、扉に進めなくなります。この石は必ず守ります。ここや、行くで。ミスった。シャカタイヤ。おわめっちゃ焦った。それでも、鍵まで到達できました。あらあら、どこ行ってるんですか？デーモンヘッドを下に落としたらあかんの忘れとった。気づいてよかったですね。鍵ゲット。もうそちらに行く必要はないですよ。はや。謎のファイヤーぶっ放し。この行動からもわかる通り、マーさん、かなり混乱しながらパズル解いている様子。なんとか上に登らんと。登らなくていいですよ。ミスった。やばい。だから登らなくていいって。タイミング測何る。のタイミング？ここや。ここ解かないから、あかん。むずい。行かなくていいのよ。早く気づいて。鍵も取ったし、カトラの方に進んでいいのよ。次こそ。何が見えてるの？よっしゃ。うまくいった。うまく登れたね。あれモンテ来てしもた。戻ったね。まさか。下進んだらよかったんか。気づいてくれた。混乱してすまん。さて、落ち着きを取り戻したところで、次にやるべきはここに進むための準備です。下に足場を作らないとジャンプで越えられません。足場作りに向かうで。バーンをへたらせて越えましょう。作った。ほぼほぼ扉への道はできましたね。次はカトラ取りますか？クレオパトラね。時間が。急がんと。本来無理にでも取るアイテムではありませんが、取りたい。カトラゲット。点数アイテムで取ったら100万点や。ここはさっき作った足場で先に進める。先ほど守った石があるので、バーンが落下せずにキープされます。妖精ちゃん、ごめん。なんとかゴールできましたね。途中混乱しまくって、お見苦しいプレイをお見せしてすまん。私にも謝って。ごめんやって。当然この面も初見でおじけづいたん。わかります。何遍もお釈迦になった末の、良いところをお見せしよう。なお、多少のノッキンプレイはご了承ください。まずは石を仕込む場所や、ここに置いとかんと、鍵取った後、もう一遍登れんようになる。次は隠しアイテム。緑は絶対いる。水色はとりあえず取る。黒は今回諦めたアイテムや。完全に初見からの自力クリアですので、パズル的要素でクリアしたのではなく、アクションでごまかしながら強引に進めました。この箇所もそうです。ギリギリのつま先立ちして、ジャンプや。綺麗にパズルを解くと、このようなギリジャンは必要ないそうです。こな、次の仕込みに行くで。カミーラの鏡の下に石を置きに行く。ここも後ほど通るので、先に置いておきます。次の石置きに行くけど、ついでにこの隠しアイテム取るわ。ついでに取れるなら取りましょう。この面はほんま余裕なって、諦めたアイテムもあるけん。折り鶴。10万点ですね。ここに石を置いとく。後ですごく重要。ここは適当に進んでいける。2回通ることはありません。バーン落として進む。先ほど設置した石で止めます。ほんで、絶対いる重要アイテム取りに行く。これはちゃうねん。こっちが重要。星座マークです。ここの星座マークは、隠しステージへの鍵です。下の1アップは、取るん諦めた隠しアイテムなん。やっと鍵まで来たで。妖精ちゃん。ストーリーした。鍵ゲット。妖精チャンスマン。さて、2周目で扉を目指しましょう。さっき石で止めたけん、バーンの下を通れる。ここは石の上にバーン置いとかんと。上に登れん。ほんで、もう一回、ギリジャンで登る。ギリやで、慎重に。何度も失敗しましたから。いけたー。よかった。次は赤矢印の下を通って進む。ここに石置いてなかったら、バーンが落ちとって進めんかったんよね。通過。先の紫矢印に石置いたけん、ここも通れる。あとは扉に向かうだけ。ほんまはもっと簡単に行ける方法あるやろうけど、今回はこんな感じでクリアしました。最後の隠しはマイキコイン。最後、取れましたよね。焦っとったん。最後のボーナス面やけど、後の面はファイヤーも使えませんし、適当に流します。再生速度、
15倍。 15倍でも割とかかるんやね。ソロモン封印をすべて集めているので、隠しステージに突入です。隠しステージ、プリンセス。中央に妖精の女王、リヒタがいますが、すべてコンクリートで囲まれています。なんとかするやで。まずは赤バーンを岩石の術でへたらせる。ここが壊せるようになります。折り鶴あるけん、とりあえず取っとく。バーンはもう落として大丈夫です。左側行くで。再生速度6倍。こっちにも折り鶴あるで。取っときましょう。なんとなくへたらせる。気分の問題です。壊せました。続いて、ここが壊せます。女王がいる内部に岩石の術をかけると、ここが壊せるようになります。よっしゃ、救出しましょう。助けに来たやで。やりました。ワンパックコミック読んどってよかったわ。まさか37年前に読んだステージをクリアできるとは。最終面、ソロモン。ついに最終面。例のごとく全てコンクリートですが、我々はワンパックコミックで知っている。知ってるんですよ。うちはアクションに集中するけん。わかりました。迷いなくスパークボールの間を抜けていく。簡単やで。ここでギリギリを攻める。やばかった。ちょっとした難所だが、ここを壊せることを知っている。知っとるで。石を作って、安全につま先立ちで頭突き、次で上に登れそうです。間違った。自ら塞いでしまった。もう一回一緒のことするまでよ。復帰が早い。次はいけそうだ。最後の鍵は神平の鏡。ワンパックで見たん。こじ開ける。最後や。エンディング結構長いん。早送りしてかな。再生速度5倍。5倍でも結構長いな。エンディングを早送りとは何事だ。そろそろ終わるで。きちっと決めましょう。やったで。まさかソロモンをクリアできる日が来るとは思わなんだ。視聴者さんからのリクエストがなければ、まずチャレンジしてませんしね。本当にありがとうございます。英語のメッセージはリープル翻訳先生でどうぞ。妖精が放たれ、世界中を飛び回り、ソロモンの鍵の力で悪霊を封じ込め、星座球は崩壊した。平和は永遠に私たちのものだ。よい。ソロモンの鍵、良すぎる。このまま余韻に浸りたい。ぜひ視聴者さんも遊んでみてください。というわけで、ソロモンの鍵、のんびり実況、どうやったでしょうか。初見でガチ攻略とはまた違ったプレイをお見せできたと思います。少しでも皆様のお時間を楽しいものにできていればと。そんな動画を目指してこれからも試行錯誤してみるけん、よろしくなんやで。ほな、最後にこれ言うとこか。音声はボイスボックスを使用。コロネは四国メタンさん。カーミー、レイメイひまいさんを使用しております。ご視聴ありがとうございました。